どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、VIP 上げのすすめをやっていこうかなと思います。このゲームVIP システムがあると思うんですけど、この重要性、皆さんご存知ですか？本当この VIP、実はめちゃめちゃ重要で、レイドする人はもちろんなんですけど、もちろんね、めちゃめちゃ重要で、正直、VIP を上げないと、州長戦の、聖域シーズン以降だと、もうレイドを打つことがもうできないレベルです。もうほんとそのくらい重要なもので、逆にでも、レイド打たない、派兵メインの方も、めちゃめちゃ重要で、成長に大きくね、関わってくる部分で、関わってくる部分になります。じゃあなんで重要なのっていうところだったり、どうやったら、効率よく上げられるのっていうところだったり、実際の、VIP の恩恵だったり、必要なポイントについて、この動画でいろいろとお伝えしていけたらなと思います。で、まずVIP なんですけども、最初だと、VIP15 まで、開放されていまして、州長戦 S3 ですね。そちらになると、上級隊員投資の、出撃上限と、同じ最後のところになる特権強化ですね。こちらの投資を開放することによって、上限を20まで開放することができます。正直言います。VIP15 までは、ぶっちゃけそこまで VIP の効果は大きくないです。VIP の進化が現れるのは VIP17 からで、あとVIP18 でもね、結構大きな効果があったりして、あと VIP19 ではもちろん結構いい効果あったりするんですけど、本当 VIP20 になると、もう効果が半端なくて。ただね、一応VIP15 まででも、何気なくなありがたいところもあるので、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、VIP9、VIP9 くらいまでは、始めたての方以外は結構ね、到達してる方も、多いかなと思うんで、飛ばして、VIP10 から行こうかなと思います。あれですね、VIP9 までで、この、リーダーの経験値アップですね。それがVIP9 でちょうど50%まで行くので、リーダーレベルが60じゃない方はね、結構、このバフでかいんじゃないかなと思います。で、気を取り直して、VIP10 から行こうかなと思うんですけど、上がる効果をもうこっからね、全部語ってったら、もう正直切りないので、主要な恩恵だけお伝えしていこうかなと思います。で、VIP10 なんですけども、必要なポイントについては、合計で5万です。ただ、VIP を9から10にしても、正直そこまで変わんないです。一応チーム防御上がるんですけど、所詮防御なので、あんまり効果はないかなと思います。VIP10 はこれくらいにしておいて、VIP11 なんですけども、VIP11 にするには、VIP ポイントが、合計で9万必要になります。ここで大きいのは、チーム HP が5% 上がるところですね。ただちょっとありがたいのはもちろんなんですけど、正直他に特筆すべきこともないので、ちょっとVIP12 に行こうかなと思います。で、VIP12 にするには、VIP ポイントが合計で、17万5000、必要になりまして、で、こちらでは、組織ギフトの一括開封できるようになるのが、一番の恩恵かなと思います。組織ギフト、これたくさんあるところだとね、もちろんありがたいんですけど、正直、受け取るの結構大変じゃないですか。それはワンタップでできるようになるっていうのはもう非常にね、ありがたいのかなと思います。メインだと、VIP 中に超えてる方がね、多いと思うので、なかなかこのありがたみって、忘れられている方も結構多いかなと思うんですけど、ほんと作りたてのサブとかだと、VIP12 まで、到達してないので、手動で受け取んなきゃいけなくて。ほんとその手動受け取りやると、このね、一括開封のありがたみっていうのは、非常にわかるのかなと思います。あとは受け取れる VIP タスクの VIP 金庫ですね。これが VIP12 になると、一つ増えます。で、VIP13 の方、見ていきたいんですけども、VIP13 に必要な VIP ポイントは、合計で35万です。で、ここは、ストリートファイトの、ごめんなさい、こちらですね。
ストリートファイトのエリートモードの、1日の挑戦回数に上限がなくなります。一気に、育成するときとかはね、地味にありがたかったりするのかなと思います。で、VIP14 の行きたいんですけども、VIP14 は、VIP ポイントが合計で73万必要になります。ここから結構厳しくなってきますね。で、こちらでは、1日に必要なスタミナドリンク数に、すみません、1日に使用可能なスタミナドリンク数に上限がなくなります。組織総動員とかで、1日に2回、スタミナ消費クエやったりすると、使用上限に引っかかることがあるので、そういった意味だとね、結構ありがたいのかなと思います。で、次に VIP15 行きたいんですけど、VIP15 には、VIP ポイントが合計で150万必要になります。そんなに大きな恩恵はないんですけど、あれですね、チームバフが結構上がったり、攻撃が 10% 上がるのでかいですね。で、それに加えて、VIP タスクの、VIP 金庫が1つ増えます。これも結構大きいですね。で、VIP16 行きたいんですけども、ここから必要なポイントが跳ね上がります。必要な VIP ポイントの合計が、300万です。VIP15 からもう16で、もう必要な VIP ポイントがもう倍になってしまって。で、こちらではデフォルトチームが一つ増えたり、するんですけど、まだそこまでですね。GL データ記録とかも、ありがたいといえばありがたいんですけど、そこまでで。あとはスピードトレーニングとかもあるんですけど、別にこれ必要な加速量減るわけじゃないので、ほんと時短でも、ゴールド使って訓練するときみたいに、今この速トレーニングっていうボタンあると思うんですけど、そこで時短使って、バーマ訓練できるっていうとこなんですけど、そんなに、実際に何かが削減されるわけではないので、そこまで大きな恩恵ではないかなと思います。ただ、ここから、集結単位数と、チーム単位数が上がっていきます。今はまだチーム単位数がプラス800と、集結単位数がプラス3000というところで、まだ全然可愛い数値なんですけど、こっからどんどんとんでもないことになっていきます。では、VIP17 なんですけども、VIP17 にするには、VIP ポイントが合計で、450万、必要になります。で、VIP17 にすると、先ほどの、チーム単位数バフが、1200人になって、集結単位数が、プラス8000になるのも、でかいんですけど、メインは何と言っても、周長戦のスキルリセットです。これが無料になるのがめちゃめちゃでかいです。この周長スキル、周長中に、戦う用と、内政用で、たまにリセット、切り替えですね。する方多いと思うんですけど、私は今、周長、今やってないんですけど、その時でも、毎日多分10回くらいは確実に切り替えてます。これ誇張でも本当何でもなくて、もう下手すると、もう20回近く切り替える時もぶっちゃけあります。ではなぜかっていうとこなんですけど、これ、戦闘時だったり、回復する時だけじゃなくて、何もしない時と、訓練時でも切り替えてるからです。スキルの振り方だったり、スキルセットのね、詳しい話は、今度別途気まぐれコラムでやろうかなと思ってるんですけど、まず何もしない時ですね。その時については、この緑の強化に、全振りした、スキルを使ってます。集長中に、該当の覇者から時に、集長スキル経験値を、効率よく入手するために、この強化に全振りした際の、すいません、スキルですね。使うこと結構あるかなと思うんですけど、何もしない時でも使います。じゃあこれなぜかと言いますと、該当箇所の攻撃するのに、実行ポイント、必要だと思うんですけど、その実行ポイントの、回復速度を上げることができるからです。別にこれそんなに大きいわけじゃないんですけど、これ 20% 上がるんですよ。これ一切発動してない状態と、発動してる状態で比べると、1日には2箇所くらいは該当カジノ攻撃できる回数違くて。あとは、該当カジノの、速度とか、
あとはまあチーム単位数とかも、該当カジノのチーム単位数とかも上がるので、そういった意味でも結構ね、便利なのかなと思ってます。まあ、ただまあこれだけだったら、まあ戦争時以外、じゃあ逆にもう常にこの強化に全振りしとけばいいじゃんっていうところだと思うんですけど、もうそうはいかなくて、訓練するときだったり、建設のセクシーキャット、取りに行ったりするときについては、発展に全振りしたスキルに切り替えてます。まあ、あとは、投資バフもね、ありますね。これ訓練の時、何がいいかって、トレーニングコストダウンあるんですよ。これのおかげでもう必要な資源をね、大幅にカットできて、5%って、実際そんなね、パッと見多そうには思えないんですけど、これ本当にめちゃめちゃでかいので、あの、ほん、あとは訓練速度バフとかもね、あったりして、結果的にかなり効率よく、訓練できてます。で、こちらはね、今度ちゃんと話そうかなと思ってるんですけど、訓練って、一度にじゃ、一気にじゃ100万人、200万人、100万人、200万人訓練していくっていうのは絶対違くて、本当毎日コツコツやっていくべきものなんですよ。僕最近T4 が全然いないので、T3 を T4 にアップグレードしてるんですけど、だいたい毎日、10万から、20万くらいは、毎日コツコツ、ヘリベに合わせてやってて。で、そうなると、普段は、実行ポイントの回復速度のために、強化全振りのスキルにして、訓練のヘリベやるときだけは、発展に全振りしたスキルに切り替えて。で、訓練終わったら、じゃあまた戻してっていうところになるので、1回訓練するだけで、2回の切り替えが発生するんですよ。なので、合計すると本当毎日10回くらい切り替えてて。それをね、まともにじゃあスキルリセット買ってやってたら、元取れるわけないので、優勝だったらね、絶対やらないんですけど、無料だったらめちゃめちゃいいですね。あと人によっては、資源略奪するときは、この発展に全振りした才能を使って、資源略奪速度上げていくのもね、いいんじゃないかなと思うんですけど、僕はちょっとこれ余談になっちゃうんですけど、資源略奪の州長戦の、最強ボスイベとか、あとは組織、建設するのに必要な、資源ですね。そのために、略奪とかもちろんするんですけど、逆にそれ以外の平常時だと、レベル5のダイヤのスピード略奪くらいはやりますけど、あとはあれですね、デイリータスクですね。それ1日1回はやるんですけど、逆にそれ以外は僕、全く略奪しないんですよ。これなんでかっていうと、僕基本略奪不要だと思ってる人で、一応、州庁のセントラルエリアのレベル7の資源地だけを行けるんだったら、やってもいいかなと思うんですけど、それ以外、資源略奪するのって、ぶっちゃけかなり効率悪くて、本当略奪するより、同じ時間を別のことに使った方が、はるかに楽に資源稼げるんですよ。もう大体僕だと、毎日の 100M くらいはね、ダイヤ、課金抜きで稼げてます。そうなると、一回じゃレベル3のダイヤって27万じゃないですか。で、それを、じゃあ1日400箇所取りに行くってなったら、さすがにめんどくさいじゃないですか。もちろん1日じゃ何回もインして、ヘルビに合わせて結構インしてるんでそこはいいんですけど、400回じゃ毎回試験探して、略奪するってなるとさすがに大変なので、そうなるとやっぱり略奪より、別の方法でちょっと稼いだ方がね、いいのかなと思ってます。そのあたりはね、今度、気まぐれコラム作ろうかなと思ってるので、そこで詳しくお伝えできたらなと思います。VIP17 については、それくらいにしておきまして、VIP18 ですね。で、VIP18 については、合計で600万 VIP ポイント必要です。必要な、すいません、チーム単位数だったり、集結単位数が、結構増えますね、ここで。集結単位数が2万人になるのも結構でかいかなと思います。あとはVIP 金庫も一つ増えて、あとは通常のスキルリセットが、ここで無料になります。正直通常のスキルについては、触れるポイントがもともと多いので、戦争用と、内政用で2パターン。
の切り替えがまあメインかなと思うんですけど、まあそこを思うので、そこまで普通のスキルリセットを使っても、負担がね、多いわけではないかなと思うんですけど、あの、無料だったら無料だったで、全然もっと効率よい方法ってあって、で、そうなると結構じゃあ訓練するときはこれにするし、じゃあ何もしないときは何もしないやつ用にするし、みたいなところで、結構ね、効率よくできたりするので、全然いいのかなと思ってます。ただここもね、ちょっと詳しく話しちゃうと、さすがにちょっと尺やばくなるので、スキルの、気まぐれコラムの方で、お伝えできたらなと思います。で、VIP19 なんですけども、すいません、ちょっとここはVIP19 と20の必要なポイント、ちょっとあやふやで、確か、VIP19 に必要なポイントが、合計で、950万です。間違ってたらすいません。で、VIP19 にすると、いつも通り、チーム単位数と集結単位数増えていくんですけど、それに加えて、スーパーセットがアンロックされます。スーパーセットって何っていう方がね、多いと思うんですけど、簡単に言うと、スキルだったり、装備だったりを、一括で、切り替えることができます。スーパーセットもスーパーセットで、これ語りたいことめちゃめちゃあるので、ただね、そんなに多分、需要ないかなっていうところもあるんで、だいぶちょっと後にはなってしまうかなと思うんですけど、これもいつかね、コラボ作ろうかなと思ってます。簡単に言えば便利になるというところで。ただ正直、VIP19 については、あくまで VIP20 までの準備なんですよ。本命ではないです。本当メインは VIP20 で。で、VIP20 にするのに、合計に必要なポイントなんですけど、1300万です。すいません、若干違ったらすいませんっていうとこなんですけど、確か1300万です。で、VIP20 にするときの、一番の恩恵って、出撃チームの上限が上がることかなと思うんですけど、ほんとこれでかいですよね。出撃チーム増えると、栄養バトルでめちゃめちゃ有利になるというところで、あとはおまけで VIP 金庫の、開封数も増えるというところで、ただ、一見さっきのこの、出撃チームが増えるのが一番の恩恵のようには言ったんですけど、実際にはこのレイドを打つ人だったら違くて、16からコツコツ上がってきた、集結単位数と、チーム単位数がもうとんでもない数値になります。集結単位数が、10万人増加で、チーム単位数が、1万5000人増えます。これやばくないですか？やばいんですよ、これ。チーム単位数は、ね、栄養バトルだったり、短期打つときだったり、集結でもね、その分増えるので、いいんですけど、大本命は、集結単位数です。もう俺これ本当に半端ないんですよ。集結において、集結単位数ってもう命で。じゃあ、監視塔のバトルとかだと、相手の集結容量って決まってるじゃないですか。でそこで、相手より兵数が多ければ、めちゃめちゃ有利になるので。大体、集結容量の10万って、チーム攻撃と、HP 防御とかに、換算すると、大体各50%上がるくらいで、上がるくらいのイメージなんですけど、これ半端なくないですか？このゲームって、ご存知の通り、どんどんね、ステータスが上がれば上がるほど、本当上がんなくなっていくゲームで、もう最終的にはベストランクとかでしか、ステータス上がんなくなってしまうので、本当上がるの大変になるんですけど、じゃあもうそこまで行くと、そこ、ベストランクで、じゃあ攻撃と HP、チームの攻撃と HP をじゃあ50%上げようってなった時に、だいたいもうランクアップだけで400万円ぐらいかかるんですよ。それを VIP で上げられるってすごくないですか？例えばあれですね、チーム攻撃のスキンとか、チーム攻撃 HP が5% で、これ1個だいたい40万ぐらいかかるので、で、それ10個やんなきゃいけないってなったらもう400万なので。本当装備や、投資だ、装備だったり、投資だったり、英雄とかでね、ステータスが上げれなくなると、結局、VIP 上げないと、もうステータス上がらなくなってしまいますし、もう集結容量以外にもね、お伝えした通り、めちゃめちゃ恩恵あるので、
本当 VIP 上げていくっていうのは非常に重要なのかなと思います。あと地味に、嬉しいのがこのデフォルトチームセットアップですね。これ、栄誉とかで、最終的には8部隊、9部隊動かすんですけど、そうなった時に5部隊じゃ足りないんですよ。チームセットが。そうなるとね、このデフォルトチームがたくさんあることによって、栄誉バトルで結構いい結果を残せたりして。あとVIP 金庫ですね。これ、ちょくちょく言ってたんですけど、VIP20 とか VIP18 熱ってめちゃめちゃ美味しいんですよ。今試しに開けようかなと思うんですけど、これちょっとひどいですけど、普段というかいい時だと、指定移転とか、1日加速とかも全然出て、ちょっとせっかくなんで開けていこうかなと思うんですけど、ちょっと動画的に1日加速出てもらってもいいですか？すいません。一応これなんか同じ12、15、18、20で、同じ、金なんですけど、なんか体感18と20の方がいいもん。で今さ、すいません、15で出てもらっちゃ困るんですよ。ね、18、20の方が悪いとか良くないんですけど、はい。一応VIP18、20の方が体感としてはいいもので安いです。で、ちょっと一切 VIP12 も開けましょうか。そんなもんですね。そんなもんなんですけど、本当これ開けれるの増えるってだけで、じゃ毎日のね、そもそも無料でもらえるアイテムが増えるっていうところなので、結構いいのかなと思います。で、あとこれほぼね、知られてないんですけど、VIP20 にすると、無料ブーストが150%あるんですよ。で、これ活用して、資源と時間はね、もちろん必要なんですけど、暇があれば、ヘリで分回して、加速とか何もゴールドはちょっと使うんですけど、加速を消費せずに、もう1万ゴールドから2万ゴールド稼げたり、稼げたりして、ただね、ぶっちゃけめんどくさいので、私はね、ほぼやんないんですけど、そういうことも一応できるようになります。で、そういうところを踏まえてなんですけど、個人的には、VIP17 までは、もちろんね、VIP17 で、合計で450万必要なので、大変なんですけど、レイドしない方にもめちゃめちゃ恩恵あるので、そこまでを一旦のゴールにしていただいて、ただ集結する方は、集結容量ないともうかなり厳しいので、VIP20 まで上げるのをね、目標にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ほんと逆に、あの、相手が上げてなければ、こっちが上げてるだけめちゃめちゃ有利になるので、そうなるとね、結構勝ちやすくなったりするかなと思います。じゃあどうやって上げるのっていうとこなんですけど、ビップポイント、ヘルイベの重要報酬だったり、トップ10の入賞報酬ですね。とか、ギルドギフトとかでもね、入手できるんですけど、メインはゴールド物販です。ひたすらゴールドを VIP に使いましょう。ゴールドって、ぶっちゃけ、進軍加速だったり、移転だったり、戦争に必要なアイテムと、あとSVIP ストア以外は、全部 VIP に使うのが正解です。加速、投資の加速とかですね。そこに結構使う方も多いかなと思うんですけど、投資って、最終的には別に効率よくやってれば、そんなに課金しなくても、長い目で見れば、パスワードコインの投資以外は、マックスまで育つので、ただね、かといって、パスワードコイン高すぎるじゃないですか。このゴールドストアで買うと1個900ゴールドなんですけど、一応足りない時に、投資のところから買うと、100個を8万1000ゴールドで買えるんで、1個810ゴールドと考えても高いじゃないですか。なので、僕はあんまりお勧めしなくて。あとはあれですね。SVIP ストアの言葉が出たので、補足なんですけど、SVIP ストアで、VIP が高ければ高いほど、いいアイテム購入できるかなと思うんですけど、超貴重アイテムの、75%の、集結加速ですね。これなんかは、VIP20 の人のみが買えるやつで、これ一つでもう1000円分ぐらいの価値あるんですよ。で、それ何個も買えるって考えたら、めちゃめちゃでかくないですか？あとチーム単位数60%だったり、あと70%だったり、
それも確かVIP20 かはちょっと忘れちゃったんですけど、かなり VIP が高い人限定だったりして、で、そうなると、そういうところもね、結構恩恵得ることができるので、VIP、めちゃめちゃ重要なんですけど、必要なポイント多すぎるじゃないですか。若干話戻っちゃうんですけど、ただ、じゃあ VIP の課金パックあると思うんですけど、これめちゃめちゃ効率悪くて。じゃあそうなった時、やっぱり結局ゴールド突っ込むしかないんですけど、ただ、ゴールドって、なかなかね、ゴールド突っ込むって言っても、課金しなきゃね、ゴールド集まんないよと思った方結構いらっしゃるかなと思います。ただ、ゴールドって、課金しなくても、ちゃんと稼ぎ方を知って、効率よくプレイしていけば、課金しなくても、毎月30万から50万くらいは、ぶっちゃけ稼げます。それに加えて、ギルドギフトとかね、含めていけばもっといきますね。で、これって普段課金してるから、30万、50万、無料分で稼げてるよっていうとこじゃなくて、全然ちゃんと、やり方知って、ちゃんと効率よくやっていけば、全然普段ほぼ課金しない方でもそれぐらい稼げるので、じゃあどうやって稼ぐのかっていうところだと思いますので、そちらについては、次回の気まぐれコラムで、お伝えしていこうかなと思いますので、そちらもご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画、めちゃめちゃ長くなっちゃったんですけども、この辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。